あ、ファミコン大図鑑。1985年夏、レースも塔も将棋も、どのソフトにも当時は誰も知らなかった秘密が隠れてるんだ。最後まで見てってね。あの赤い車覚えてる？ロードファイター。真上から見下ろす全4コース。順位もタイムも関係なくて、燃料が切れる前にゴールするだけ。でも事故らずに走り続けた人だけが会えるやつがいたんだ。このゲーム、走っている間は BGM が鳴らないんだ。聞こえるのはエンジン音とぶつかった音だけ。静かだから余計に手に汗をかいた。ブレーキがないってよく言われる。でも本当は B が198キロ、A が400キロの2段ギア。両方の指を離すのがブレーキだった。ここで一つ。道端に現れるあいつはマントに K のコナミマン。あのコナミワイワイワールドの主人公はこのレースゲームでデビューしていたんだ。ワープマン覚えてる？銃で撃つスペースワールドと次元爆弾のメイズワールド、2つの世界をワープして異次元ベムを倒す固定画面アクション。明るい画面なのにこの一本には重い話があるんだ。敵を倒すとたまに文字が出るんだ。 E、X、T、R、A、5文字揃えると残機が1つ増える。爆弾を置いて逃げる。ボンバーマンみたいだと思った？ファミコンではこっちが先。ボンバーマンが出たのはこの5ヶ月後なんだ。ここで一つ。プログラムを書いていた深谷正一さんは開発の途中で亡くなった。ナムコで何人もの後輩を育てた人だった。残りを仕上げたのはその人に教わった後輩なんだ。ジッピーレース覚えてる？バイクでアメリカ大陸を横断する真上から見下ろすレース。アイレムがファミコンに初めて出したソフト。でもこのカセット、ゲームが始まる前からもう他と違ってた。走る距離は3700マイル。ロサンゼルスを出てラスベガス、ヒューストン、シカゴ、ゴールはニューヨークだった。ニューヨークに着くと2周目が始まる。その時バイクが 250cc から 500cc に変わるんだ。走り切った人だけが次の速いマシンに乗れた。ここで一つ。このカセット、上の方に小さな赤いランプがついてる。電源を入れるとそれが光るんだ。アイレムが自分たちで作ったカセットだからこんなことができた。ドアドア覚えてる？チュン君を動かしてエイリアンをドアに閉じ込めていく全50面のパズル。エニックスがファミコンに初めて出したソフトでドラクエより前なんだ。この主人公の名前に秘密がある。ずっと同じ曲が流れてるように聞こえるけど、5の倍数の面だけアレンジ版に変わるんだ。オタピョンっていう敵がいる。こっちがジャンプすると同時にジャンプしてくるから絶対に避けられない。でも画面の端のワープを使うと跳ね返せた。ここで一つ。チュン君のチュンは作った人の名前から来てるんだ。中村光一さんの中の字。その中村さんが立ち上げた会社もチュンソフト。全部この子から始まった。スーパーアラビアン覚えてる？キックで敵を蹴散らして魔法の壺を集めるアクション。3ソフトがファミコンに初めて出したソフトなんだ。でもさ、スーパーファミコンでもないのになんでスーパー？このゲーム、面のことをページって呼ぶんだ。帆船、洞窟、城壁、城の中、全4ページで1冊。主人公の名前そのままアラビアンなんだ。ペルシャの王子なのに。ちなみに手下の敵はロッグとビンキー。ここで一つ。スーパーは飾りじゃなかった。敵を3匹まとめて蹴り飛ばすとスーパーボールが出て、取ると主人公がスーパーアラビアンに変身する。しばらく無敵なんだ。ブロックセット覚えてる？ファミコンにつないだ赤と白のロボットが机の上の本物のブロックを積み替える。1985年、任天堂が本気で出した周辺機器。でも
なんでゲーム会社がロボットを？ロボットは別売りで9800円、ファミコン本体が14800円だった時代にだ。命令はテレビ画面の光の点滅で送る。でもロボットからファミコンへの返事はない。ちゃんと積めたかどうかゲームの方は知らないんだ。ここで一つ海の向こうの話。当時のアメリカではお店がゲーム機を置いてくれなかった。だから任天堂は海外版のファミコンにこのロボットをつけた。これはゲーム機じゃありませんって。フロントライン覚えてる？たった一人の軍曹を操作して撃って戦車に乗って敵の司令部を目指す見下ろし型のアクション。実はこれ今も遊べるんだ。でも遊ぶとあれってなる。戦車に乗れるんだけど撃たれても即死じゃないんだ。煙が出てから爆発するまでに飛び降りれば助かる。それと敵の司令部の壁、右端に立って右を連打すると体が壁にめり込む。そのまま画面の上へ抜けて下から出てくるんだ。ここで一つ、今買えるフロントラインはゲームセンター版の方なんだ。あっちはダイヤルを回して打つし地雷もある。十字キーで戦えたあの手触りはファミコン版だけのものだった。ドルアーガの塔覚えてる？金の鎧のギルが60階建ての塔を登って囚われの貝を助けに行く。宝箱の出し方がノーヒントで子供を絶望させたやつ。でもその60階はまだ半分だった。ゲームが出たのが8月6日、攻略本が出たのは1ヶ月後の9月5日。その1ヶ月みんな手探りだった。その攻略本を作ったのは月刊ログインの編集部。編集協力に後にポケモンを生む田尻聡さんがいた。ここで一つ、60回でドルワーガを倒すとエンディングの最後に謎の数字が出る。上に6回、左に4回、右に3回。タイトル画面でその通り押すとドルワーガの文字が緑に変わって宝箱の出し方が全部違う塔が始まるんだ。アストロロボササ覚えてる？ロボットの笹を動かしてエネルギーパックを集める全16面のアクション。難しすぎてコントローラーを投げた人が続出した。でも本当の名物は難しさじゃない。2人プレイだと恋人の7が出てくる。自分のエネルギーを分けてあげられるんだ。ただし7の弾もこっちに当たる。クリアすると4桁の暗証コードが出る。それとスコアをはがきに書いて説明書の隅の三角マークと一緒に送ると抽選で記念品がもらえた。ここで一つ、ポーズを押すと短い曲が流れる。7、愛のテーマ。説明書にはその楽譜と歌詞が2番まで載ってるんだ。もう一つのコントローラーのマイクに向かって歌えってこと。本将棋内藤九段将棋秘伝覚えてる？ファミコンで初めて将棋が指せるようになったソフト。監修は棋士の内藤邦夫九段。なのにこれ今はアクションゲームって呼ばれてる。待ったができるんだけどボタン1回じゃ通らない。連打すると相手のロボットが頭を下げ始めて9回下げてようやく一手戻る。その内藤九段歌手でもあるんだ。演歌のおゆきが大ヒットして当時こう言われた。棋士で一番歌がうまく歌手で一番将棋が強い人。ここで一つ、このソフト先手で15手指すと必ず詰む手順が見つかってるんだ。だから今はそれをどれだけ早く指し切れるかを競う競技になってる。将棋がタイムアタックになった。1985年の夏、秘密の裏には必ず人がいた。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくね。次もファミコンの旅を一緒に。